いこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回はトゥルースイヤーとクリナクルのコラボモデルゼロです。なんか頭の中にキッチンが浮かんじゃうんだけど、それはクリナップね。こっちはクリナクル、レビュアーさんよ。ちなみにクリナップはキッチンだけじゃなくて洗面台やバスルームも扱ってるのよ。じゃあクリナップのレビューもする？そこはクリナクルさんをクローズアップするとこじゃん？あ、まあそうね。でも愛はよく知らないから。はい、気が済んだかな。ゼロも先日レビューしたヘキサ同様、全然レビューできなかった最後の1本でね。これでやっとスッキリできるわ。じゃあ始めようか。ゼロはどんなモデルなの？まずはざっくりお願いね。ダイナミックドライバー2機構成で、バランスはやや中高域以上を重視した感じ。わかりやすく明瞭な質感。価格は7000円前後で、エントリーモデルの次に何選ぼうかって時に手の出しやすいモデル。こんなとこかな。同じメーカーのヘキサとは価格帯も違うし、全然違うタイプなんだね。そう、スタジオモニターライクなヘキサとは別物だね。そっか。同梱品はロゴの入ったケース、メモリーフォームタイプと開口部の口径違いのイヤーチップが2種。パッケージの子が可愛いんで愛が嫉妬しそう。だから別に嫉妬なんかしないわよ。っていうかこのパート、ヘキサの同化のシナリオ使い回してるでしょ。それは私に言われてもね。ジャックさん、手抜きですよ手抜き。ああ、ごめん。同梱品、ケースとかイヤーチップがヘキサと同じだったからつい。しょうがないなもう。さて、気を取り直して。ゼロの外観が綺麗に仕上がっていますが、詳細は上の通りでサンドイッチ構造なんだそうです。ミミーちゃん、先に言っとくけど食べられないからね。先手打たれた。愛がちょっと気になったのは大きさですね。重さは気にならないんですけど、厚みがちょっとね。今回サウンドチェックで登場するトリポイン HBB カイルアと比較するとこうなります。カイルアはかなり小型だと思うので差があるのは当たり前なんですが、結構違うでしょ。あと、ステム系も大きいので装着できるイヤーチップはある程度限られます。ドライバーは低域が 10mm、中高域以上が 7.8mm と、中高域以上のドライバーも結構大きめ。本体がやや大きめに感じるのはドライバーの大きさの影響と言えそう。同じ 2DD の CCA デュオは2機とも 7mm だからね。ゼロの中高域以上がパワフルってことかな。確かに中高域はパワフルで明瞭に感じますね。さて、ここからは波形を見ながら進みましょう。まずバンドルイヤーチップの比較です。やっぱりメモリーフォームの波形が結構違うんだね。そうね。あと音の出口を絞っていないバンドル1の方が10キロ以上での振幅が激しいね。今回はイヤーチップで苦労して装着して実用的だったのがこの2つぐらいだったのよ。結局音収録にはタンジジム TAPB トレブルを使ったの。バンドルイヤーチップはもちろん大丈夫なんでしょ？それはそうよ。でもそれを音収録に使おうとすると比較モデルに合わなかったりしたから。ちょっと苦労したね。はい。次は他モデルとの比較でこの3モデルにしてみた。どれも 2DD モデルだよ。雰囲気は TRI スターリバーに似てると思っていたんだけど、収録音を比較するとそうでもなかったな。カイルアはこのサイズで質のいい低域がよく出るんで、そのあたりが聞きどころ。量は意外にもゼロにカーブがよく似てるね。そうですね。収録はゼロとスターリバー、そしてカイルアの3モデルです。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
回サウンドチェックでした。割とはっきり違いが分かりました。最初に気づいたのはドラムのキックの違いです。ゼロのキックのアタックがはっきりしていて、スターリバーはそこに重みが加わった感じ。そしてさらに量感が足されたカイルア。これはもうベースヘッドのカテゴリーかな。カイルアってこの中だと一番小さいんだけど、なんでこんなに低域出んのって感じで、質感のいい低域をくれるのね。ただ1万超えでこの中では価格帯が上。感触系ではないけど、収録音ほどこもる感じはなく、女性ボーカルがきつすぎたりするときにはいいね。あまり注目されていないようだけど、結構いいモデル。スターリバーは思ったより低域の重みがあったね。それでいてアタックもしっかりしてる。さらにチューニングスイッチ付きだからゼロがちょっと不利かも。価格帯はほぼ同じ。今回スターリバーも結構聞いてみたけど、やっぱりいいわこれ。はい、そして本命のゼロはどうよ。中高域中心でとてもわかりやすい音。普段あまりやらない聞き方なんだけど、 YouTube のファーストテイクチャンネルでアニソン聞いたりミュージックビデオ見たりしてみた。質感じゃなくボーカルバランス中心ならゼロ、スターリバー、カイルアの順になるかな。ただ抜け良すぎできつめに感じることも多かった。波形の通りでここから上の落ち幅が少ないよね。で、低域がそんなに強くない。シンバルやハイハットの刻みは結構きつめに入ってきて、分離はいいけど空間はちょっと埋まり気味。個人的にはもう少し余白が欲しいところ。中高域以上をもう少し落ち着かせると低域が聞こえやすくなってさらにバランス良くなるんじゃないかな。 7.8mm の中高域用のドライバーがしっかり機能していることは分かった。大体分かった。ジャックさんは実際どんな感じに調整したいの？もちろんこのままでもいいんだけど、中高域以上をもう少し落ち着かせるとっていうのを具体的に示すとこんな感じ。ピークを少し減らす。そして平坦で落ちてないところは少し谷を作る。これで空間にちょっと空きができて余裕が生まれるから聞きやすくなる。長時間聞いてると聞き疲れの観点で差が出てくるのと、音量を上げやすくなる分結果的に低域も上がる。確かに中高域が少しやんわりしましたね。でもそこまでの変化は感じないような気もします。ゼロがダメだから EQ 使ったわけではないんで、このぐらいでいいと思う。もしもっと積極的に音を作るならこんなバージョンもあるけど、ここまでやるなら最初から自分に合ってるバランスのモデルを選んだ方がいいでしょうね。確かにそうですね。これだとゼロである必要がなくなっちゃう。ゼロはこういった傾向なので、ベースヘッドの人はスルーしてカイルアがいいと思います。そしてスターリバーがこの中では良いバランスだったなぁと改めて思いました。中高域から高域が明瞭なので、ゼロは感触系の質感が好きな人には合うと思います。ということで、トゥルースイヤーの 2DD モデルゼロのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。